はい、ピカタになっております。胸肉はパサパサになるって言われますと、もう本当に超しっとりでございます。今日はですね、チキンフランセーズ、なんでしょうね、チキンっていうのは鶏で、フランセーズっていうのはフランス風ってことですね。これフランス語だとプーレフランセーズになるんですけど、チキンって書いてますから、チキンフランセーズ、これはですね、まあピカタの料理なんですけど、ピカタっていうと皆さんは豚肉をねイメージしますが、これはイタリア系アメリカ人が広めたフランス風レシピでございます。今日は鶏胸を使いますね。鶏胸を使ったピカタはチキンフランセーズと言うんですって。僕も初めて知りましたけども、はい、では、今日は鶏肉のピカタチキンフランセーズをご紹介いたします。はい、材料です。スタッフが胸肉を買って、鶏ですね、国内産若鶏胸肉316円、安いですね。そしてピカタなので卵、そして、パセリ、チーズね、これは卵を溶いてパセリのみじん切り分量の、そして、粉チーズ、これをつけて焼き上げます。よいしょ。はい、丁寧に混ぜてください。どこが丁寧なんでしょうかね。はい、そうしましたらこちらの今度ソースを作ります。ソースはですね、白ワイン、にんにくのみじん切り、レモン2分の1、タレが入っております。このバターは焼き上げる時のバターでございます。さあ、そうしましたら、これね、どうしようか、皮を取ってもいいですし、皮を取った方が、火の通り方が均一になります。でもまあもったいないので、これを3分割ぐらいにしまして、ちょうど厚さがね、この薄いところ、ここと中ぐらいと頭のところ、この辺が薄いかな。今日は皮付きで、そしてこの辺が中ぐらいですね。はい、これが身が厚いところね。この筋もありますけど、筋はもし気になるようだったら取ってください。でこれをですね、いつものように汽車に乗り、我々ですね、肉たたきってあるんですがね、こうやってビールの瓶で、これワインの瓶ですけど、これでいつものように、平らに、もうこれこの瓶が重いので力はいりません。もうこうやってね、一番下のところ、この薄さに合わせます。で中ぐらいです。本当に力入れないで、はい、これね、薄さに合わすっていうのがね。でこれ一番身っこが厚いので、ね、便利ですよね。ほら、大体同じぐらいの厚さになりました。軽くです。白い胡椒です。はい、本当に軽くです。軽く白胡椒。バットにさっき卵とパセリと粉チーズ、はい、そうしましたらさっきの伸ばした鶏胸ですね。これだけ伸ばしてるので、もうすぐ火が入っちゃいます。ですから最初皮面をよく焼いてあげて、もうひっくり返したら火が通ってるっていう感じです。はい、たっぷり
ね、ピカタですから。よいしょ。こうやってたっぷりたっぷり粉が見えないくらいこれ粉が見えてるところは全部卵をつけてあげてください。はい、そうしましたら焼き上げます。火を入れます。はい、まず強火で、バターを全部入れないで後でソース用に取っておきます。バターを溶かしたら中火にします。最初強火で皮の方から焼き上げます。バターは泡になったら、はい、泡が立ってきましたので、皮面の方からここで中火に戻してください。皆さんはもう弱火でいいと思います。結構ねこれよいしょ、皮面をよいしょ。でこのね残ってるこの卵をまんべんなく上に乗っけてください。はい、これぐらいちょっと火が中火の強火で、これ結構気をつけてください。卵とこのピカタは結構まずポイントは卵をここで固めるっていうことですね、作業が。はい、はい、卵をここで固めてあげないと剥がれてしまいますので、はい、ここでこれ反対側に皮がついてますから、これここまで来たら中火にしてください。じっくり焼き上げます。はい、片面をじっくり焼き上げます。はい、見てくださいね。大体これちょっとで固まりましたら何回かひっくり返します。よいしょ。よっ。よっ。よっ。はい、ピカタになっております。はい、こうしましたらちょっと弱火ですね。弱火でじっくりとどうでしょう、2、3分で火をここでじっくりとね、綺麗な焼き色です。これぐらい焼いてあげないと卵が剥がれちゃいますので、片面をじっくり、中火の弱火で、弱ければちょっと中火にしていただいて、でこれぐらい焼き色つきましたらひっくり返して、もう弱火でじっくりと火を通します。はい、大体、2分ぐらいで大体火が通ってます。もう一回ひっくり返して、これが表ですから、よいしょよいしょ。でこれだけ卵を、カリッと焼くと剥がれませんので、中途半端に火が入ってると卵がバーッとずれていっちゃいますので、はい、ここでちょっと反対側も焼いてあげて、そうしましたら盛り付けとソースを作ります。お、いい焼き色だ。よいしょ。この同じフライパンでソースを作ります。まず白ワイン、ここも一気に強火で煮詰めてください。
そして、レモン汁、そしてニンニクのみじん切り、でこれを強火で煮詰めます。このフライパンで煮詰めることによってこのソースにその卵の鶏の香りがフライパンについて、これをお掃除します。でこれぐらい3分の1ぐらいに煮詰まりましたら、ここに残りのバターを入れてとろみをつけます。はい、とろみがこれでバターでとろみがつきましたら、これをよいしょお皿の上に乗っけて、これレモンバターソースみたいな、ニンニクは鶏に合いますので、そうしましたら先ほどのピカタをよいしょよいしょ。はい、これで完成です。見事に素敵なピカタが、皆さんこの火の通り見てください。はい、完璧でございますね。気持ちピンクで理想的な火の通し方でございます。いただきます。下のソースがとても酸味とニンニクが効いて、すごいピカタは卵と胸肉ですから、この胸肉もね、皆さんこれよく胸肉パサパサになるって言われますと、もう本当に超しっとりでございます。今みたいな火加減でやっていただいたら、合わせご飯はブルゴーニュ、名前が長いです。オートコート・ドゥ・ニュイ・ルージュフォンテーヌ・サン・マルタン入れました。ピノ・ノワールでございます。チェリーのちょっとフルーティーなまでいかないんですけど、チェリーの香りがします。ピノ・ノワールね、この鶏の胸肉にぴったり合います。めちゃめちゃ美味しいです。よいしょ。このソースがまた胸肉のね、逆に間が叩いて薄くめると火が早く入るとパサつきませんので、ぜひ。あと火加減ですね。火加減大事です。強火にしたり中火にしたり強火にしたりまた戻したり、これはもうちょっと面倒くさいんですけど、これが一番ポイントでございます。グーです。ダブルグーです。どうぞ、試してみてください。美味しいです。